皆さん、こんにちは。日文研の松田俊彦です。私は日本統治下の朝鮮と医学研究というタイトルでお話をさせていただきたいと思っております。私は、日本統治下の朝鮮の歴史について研究しております。医学史に関心を持ち始めたのは、割と最近の話ですが、最近のやっていることから少し、自分の研究を紹介したいと思います。ちなみに YouTube は初めてでございます。温かく見守ってください。今日の話は、一言で言うと、歴史の中に見る専門家、この場合は医学者ですね。その役割を考えてみたいということです。全体は3つのパートに分かれておりまして、1番目に、朝鮮における西洋医学の導入と韓国併合。ここで、韓国併合以前の大きな状況を、見取り図を説明したいと思っています。2番目に1920年代の医療体制改変についてお話しします。植民地、日本統治期の、医療体制の大きな活気になったのが1920年代だということをお話しします。最後に、専門家の例として、志賀清という医学者を取り上げて、彼の医学研究が朝鮮社会とどのような関係を取り結んだかという話をしたいと思っています。それでは、まず1番目に朝鮮における西洋医学の導入と韓国の併合というお話をさせていただきます。日本統治期以前の、朝鮮半島には大きく分けると3つの系統の医学があったと言えると思います。一つは朝鮮王朝での伝統医学。これはもともと中国から入ってきた、漢方をさらに、朝鮮で発展させたものであり、漢医学とも呼ばれます。朝鮮王朝は1897年に帝政を取り、大韓帝国という国号を名乗ります。大韓帝国の下では、この伝統医学である漢医学を庇護するとともに西洋医学を導入していきます。2番目の流れとしましては、朝鮮王朝は1876年に日本をはじめ列強に対して開国をします。そして、地図にありますような開港地に、日本人が住むようになるわけですが、日本人社会ができるとともに、病院が作られ、医師が入ってきます。このような、居留地を中心とした、医学の導入ということが2番目です。さらに3番目ですが、やはり開国以降、西洋の特に北米系の宣教師が朝鮮半島にやってきます。彼らの目的はキリスト教の布教であったわけですが、その布教に付随していた医療活動がだんだん独立して、医療自体が宣教師にとって大きな仕事となっていきます。この後、1910年に日本は韓国を併合します。1945年まで日本の統治時代が続くことになります。韓国併合以降、日本はそれまであった大韓帝国の医療施設を吸収します。また、伝統医学であった漢医学については、西洋医学より一段下のものとして、いわば周辺化をしていくことになります。また、一方では、日本は、宣教師が作っていた医療機関と、常に優劣を競い合う、そのような関係にありました。こちらの写真、左側は、朝鮮総督府委員、つまり、日本が朝鮮に作った中央病院であります。かつて大韓帝国が作っていた中央病院を吸収して設立したものです。その一方では、右側にありますセブランス病院のように、宣教師によって作られた、私立の病院もありました。このようにして日本は、朝鮮の統治時代において、朝鮮に導入した自らの近代医学が伝統医学より優れていることを示し、また他方では、宣教師系の私立病院との競合を意識しなければならない。そのような立場に置かれていました。話は少し飛びます。第2のセクションに参りたいと思います。1910年の韓国併合以降、最初の10年間ほど、1910年代は
陸軍中心の統治体制に朝鮮は置かれていました。医療もやはり陸軍の軍医が中心となって担っておりました。このような体制が大きく変わるのは1919年以降です。そのきっかけの一つは1919年に日本統治時代最大の独立運動である三一独立運動が起こったことであります。医療に限らず、様々な制度がこの三一独立運動以降、変わっていくのですが、特に医療について言えば、もう一つ、大きな要因があったと思われます。というのは、この三一独立運動とちょうど同じ頃に、朝鮮ではコレラが大流行します。はい、グラフを上げております。日本統治期を通じた、コレラの死亡者数を、示したグラフです。朝鮮人は左側のメモリ、日本人は右メモリですので、一桁違うという点に、ご注意ください。このグラフを見ていただくとわかるように、1919年、20年のところで大きな山ができています。日本統治期全体を通じて、これらについては、最大の危機の時代であったわけです。また、皆様、ご存知のように、この少し前には、スペイン風邪、インフルエンザも世界的に流行し、やはりその犠牲者が朝鮮半島でも出ていました。こうして1919年前後というのは日本統治期の医療衛生において最大の危機の時代にあったということができるかもしれません。象徴的だったのは、このコレラの流行によって、朝鮮総督府で、医療衛生を、担うトップである衛生課長が、他ならぬコレラで死亡したということです。日本の医学の優位を示そうとしている朝鮮総督府にとっては、衝撃的な事件でありました。こうして、1920年代には、一つには独立運動に対処するという必要、それから、コレラの流行のような感染症の流行を抑えていかなければいけないという問題を抱え、医療体制が拡充されていくことになります。今までの、軍医に代わって帝国大学出身の専門家が、導入される時期になります。そういった専門家たちは、例えば、朝鮮の地方に衛生技師として配置される。あるいは、朝鮮中央衛生会という諮問機関が作られ、そこに入っていく。というようなことがありましたが、専門家の厚みを増したという点では、1926年に作られた慶城帝国大学が大きな位置を占めています。慶城帝国大学は日本の支配下にあったいわゆる外地の中では最初の帝国大学でありました。この慶城帝国大学には医学部と法文学部が置かれましたが、ここには、当時の最先端の知識を持った、医学者が入っていくことになります。それでは、そのようにして、1926年に作られた慶城帝国大学の医学専門家が、朝鮮社会とどのような関わりを持っていたか、この話を、慶城帝国大学の初代医学部長であった志賀清という人物を軸に見てみたいと思います。志賀清は、東京帝国大学の医学部を卒業して、北里柴三郎が作っていた伝染病研究所に就職します。で、そこで、赤痢菌を発見したことによって、世界的に有名な学者となります。このことはよく知られているのですが、それに比べてあまり知られていないのは、志賀が研究者としての後半生を日本統治下の朝鮮で送ったということです。1920年に、彼は朝鮮に赴任して、まさに先ほど述べた朝鮮における医療体制の改革の現場に立つことになります。総督府委員の委員長、つまり、中央病院のトップですね。また、慶城医学専門学校の校長、医学教育のトップも兼ねるという位置にありました。
そして、1926年に慶城帝国大学が開学すると、先に述べたように医学部長を務めています。また、後には、総長も務めています。志賀清の専門家としての社会発信の第一の例として、ここでは、慶城における腸チフスの流行についてまず見たいと思います。これについては、韓国でもすでに研究が出されていますので、それを参照にしながら、概略をお話ししたいと思います。1928年のことですが、1月から3月にかけて、慶城、つまり今のソウルで、腸チフスが大量発生します。腸チフスのような消化器系の病気というのは普通夏に発生しますので、1月3月という寒い時期に発生したのはなぜなのか、どこから感染したのかということが大きな問題として生じました。当時の慶城府の衛生課は、患者に対してインタビュー調査を行って、どこから感染したのかということを聞いています。例えば、付近の発症者から移った、あるいは朝鮮人のお手伝いさんから移った、学校の教室で移った、等々の意見が多かったのですが、こうした中、3月になって、慶城帝国大学の滋賀は、朝鮮新聞という、朝鮮で出されていた日本語新聞に、腸チフスの病原菌が水道水中にいると断言をします。このことは直ちに、慶城府、で問題化します。慶城府協議会というのは、慶城府に置かれていた諮問機関です。魔の府院、府院というのは、都知事ですね。はもちろん、否定をします。慶城府が、敷設した近代的な水道に問題があるはずはないというんですね。しかし、滋賀に続いて、慶城帝大等の医学者は水道に原因があるという説を支持することになります。こうして滋賀の発言を口火に、新聞や雑誌では腸チフス流行の原因をめぐってけんけんがくがくの議論が生ずることになります。大きく分けると、慶城府行政当局の立場は水道が原因ではないというものであるのに対し、滋賀やその他医学者は水道が犯人であるという立場を取りました。結局何が原因だったのか、決定的な証拠は上がることはありませんでした。ただ、このような論争を通じて水道水が限りなく怪しいという印象を残すことになりました。さて、このような、一連の経緯をどのように評価したらよいでしょうか。一見すると細菌学者である志賀清が自分の専門的知識をもって行政の不備を水道の汚染というものを指摘した。専門家としての面目躍如だというように捉えることもできるかもしれません。もちろんそれは一つの見方として可能だと思います。しかし別の見方もあり得ると私は思っております。当時の、朝鮮人の立場というのを考えてみましょう。この当時、日本統治下の朝鮮ではいくつかの朝鮮語新聞が出されていましたが、その一つ、中外日報にはこのような記事が載りました。水道の病原菌伝播を断定した志賀博士も、それを否定する府当局も、ただ責任回避や自分の意見の尊重だけに没頭するのでなく、その疑問を徹底調査解決し、水道設備の完全を証明してほしい。ここではですから論争から少し距離を置いて、水道を整備するということ自体を求めています。この背景には当時の慶城府において水道の恩恵に預かっていたのが主には日本人だったという事実があります。人口比から見るともちろん住んでいるのは朝鮮人が多いのですが、水道を使用しているのは、日本人の方が割合が多く、朝鮮人は、井戸などを使う場合が多かったとされています。このように朝鮮人側から見ると、慶城府行政当局と医学者の間の論争は
朝鮮人住民を置き去りにした日本人の内輪の話のように映っていたという側面もあります。2番目の例として、志賀清のハンセン病研究について今度は取り上げてみたいと思います。志賀は、師匠である北里柴三郎がかつてハンセン病研究に取り組んだその意思を継いで、慶城帝国大学でハンセン病の研究を行います。具体的にはハンセン病菌の人工培養に、取り組んでいます。本人は、一時成功したと考えて大々的にそれを発表したのですが、結局は失敗だったということが判明します。また、この研究はおそらくは、純粋に学問的な問題意識から出発したのだと思われますが、一方でこの研究に関わった弟子は、志賀博士のハンセン病研究というのは、宣教師系医療機関のハンセン病患者治療への対抗という意味があったということを戦後になって指摘しています。つまり、朝鮮にいた北米系の宣教師たちは、事前の精神を持ってハンセン病患者を治療し、収容する、小さな療養所を地方にいくつも作っておりました。そういったものに対して、総督府の威信を示すという意味もあったのではないかというわけです。事実、ここに書き上げてありますように、志賀は、自分の研究について当時の朝鮮総督に誇らしく語っています。また、志賀のハンセン病患者に対する意見も注目に値します。1925年頃から志賀はハンセン病患者の治癒退院主義という議論を発信しておりました。つまり、軽症になった患者は、療養所で、治療を続けるのではなく、社会復帰すればよいという考え方ですね。そのような立場に立って患者を会場の孤島に隔離して人類社会より全然隔離してその悲惨なる一生を終えさせるということは決して人道上より正しいこととは言えないと述べています。ご承知のようにハンセン病患者の強制隔離は日本では戦後に至るまで大きな問題であり続けました。こうした中、志賀の治癒退院主義は日本では当時もちろん少数派でありましたが、世界的な潮流には沿うものでありました。しかし、残念なことに、1930年代初めになると、志賀は180度意見を変え、隔離収容論に転換します。この理由ははっきりしません。しかし、一つ言えることは、当時、ハンセン病患者に対する、政策が大きな転換点を迎えていたという点が挙げられます。すなわち1931年、日本では改正来予防法が成立して患者の強制隔離が義務化されます。そのような流れは朝鮮にも及び、朝鮮来予防協会が作られ、この予防協会の寄付金によって、ソロク島、小六島という島にあった療養所が拡張され、そこに患者が隔離されることになります。今日の話は、一言で言えば、志賀清を例として専門家の知識にも時代的な制約があったということなわけですが、しかしそのことをもって志賀を非難することが私の本意なのではありません。私自身もいわば歴史の専門家であります。私自身の研究にも、あるいは何か限界、制約というものが後から見ればあるのかもしれない。私としては次回として、この問題を考えていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。